この動画は昨年9月に撮影しました。今、デモで揺れるベラルーシですが、いつもはどんな国か知ってもらえたら幸いです。今回は、東欧の国、ベラルーシの日常をお送りいたします。街中には、今は亡きソ連を思わせる、様々なものがひしめき合い、非常に面白い街です。ここで、ベラルーシ共和国について概要を説明します。ベラルーシ共和国は1991年、ソ連崩壊とともに独立しました。ソ連時代は白ロシアなどとも呼ばれていた国です。人口は2020年現在約940万人です。首都はミンスクで、大統領はロシア好き界隈にはよく知られた。アレクサンドル・ルカチェンコ氏です。彼は1994年から足掛け26年間も大統領をやっており、欧米諸国からは欧州最後の独裁者とも言われています。では、早速ミンスクに行ってみましょう。ここは、隣国リトアニアの首都、ビリニャス駅です。作者は、国境はできれば陸で越えたい派なので、今回は鉄道で行くことにしました。鉄道が1日2本に対し、バスはかなり本数が多いのですが、6時間以上かかるので、今回は電車で行きます。ビリニャスも良い街なんで、ぜひ行ってみてください。駅の地下の奥の方に、出国審査場があるので、そこから、リトアニア出国です。まだ朝6時台ということもあり、寝ぼけて立ち入り禁止の部屋に、入ってしまい怒られたのも良い思い出です。ここから、この電車に乗り国境を越えて、ベラルーシの首都ミンスクまで、3時間の列車旅です。電車は、ビリニャスを出て約30分、リトアニア・ベラルーシ国境に差し掛かります。突然、木が切り倒されていて、2本の柱が中央に立っているところが出てきます。2本の柱の間が、まさにリトアニア・ベラルーシの国境線です。そして、ベラルーシ領最初のエックド街に到着します。この駅で、ベラルーシの国境警備隊税関職員が、かなりの人数乗り込んできて、検査が始まります。さらに、列車の周りには拳銃を持った軍人たちが囲んでいて、とても、重々しい雰囲気でした。旅行者のブログによると、今まで何人もの日本人が、書類不備で入国できなかったようですが、私はロシア語での入国審査に耐えて、笑顔でベラルーシ共和国へようこそとロシア語で言われ、最初の関門は突破できました。電車はベラルーシ領内に入ると、濃い霧の中をミンスクへ突き進んでいきます。独裁国家のイメージも相まって、不穏に思えてしまいます。ついに、ミンスク到着です。列車を降りて、駅を出るとすぐにミンスクゲートが出迎えます。ミンスクゲートは街のシンボルで、ミンスクを代表する建物です。早速、ソ連的なあのマークを発見。隠れミッキーのように街中にこのマークがあるので、探してみるのが、マニアの間で流行ってるとかないとか、朝から何も食べてないのでマクドナルドで食事。ロシア語でマックシェイクチョコはなんていうかなんて知らないので、ベラルーシマクドナルドのホームページから探したところ、マローチニーコックチェーリショコラードニー、らしいので、店員に行ったらお望みの品が出てきました。あと、ビッグマックはどこの国でもビッグマックといえば通じるようになってますので、言語わからなくても、ビッグマックといえばなんとかなります。そして、その後はファストフードの食べ歩き、ではなく、世界一威圧感のあるケンタッキーフライドチキンを見に来ました。ビッグマックで満腹だったので、KFC はもう無理でした。ただの KFC ですが、ここも観光スポットと化しています。ここは旧市街の街並みを再現した場所です。かつて、ポーランド・リトアニア共和国の一部だったミンスクには、戦前まではその時代を思わせる建物が多くありました。しかし第二次世界大戦でほとんどの建物が破壊され、戦後に建てられたものが大多数なため、ソ連らしい街並みになっています。故に、ここも戦後再建されたものであると思われます。そして、この独特な形状のマンションを通り過ぎると、ソ連はまだあった。1991年に崩壊したぜ。ここは、独ソ戦、旧ソ連では大祖国戦争と呼ばれた、ナチスドイツとソ連との史上最大の陸戦で、命を落とした兵士たちを祀る施設です。このミンスクの街も、激戦が繰り広げられ、先ほども言ったように大多数の建物は崩壊し、ソ連全体で870万人から3000万人以上の方が亡くなったと言われています。さっきの、ソ連国旗の下はドーム状になっており、壁一面に亡くなった兵士の名が刻まれています。また、ここには第二次世界大戦の戦争博物館も設置されており、戦争に関する様々な展示物も見ることができます。これはかの有名な当時のソ連指導者、ヨシフ・スターリンです。この人は、独ソ戦を指揮した軍人、ゲオルギー・ジューコフです。
博物館を出ましょう。そして、ここは共和国宮殿。劇場です。そして、お待ちかねの地下鉄に乗りました。ミンスクの地下鉄は歴史が浅いこともあって、モスクワのような、きらびやかな装飾はあまり見られません。ここでまた、隠れソ連です。プロシチャレーニナ、レーニン広場駅です。ここはミンスクの中心地です。この車両は、旧ソ連圏でよく見られる車両で、鉄道マニア向けに言うと、売りかけ駆動車といい、日本ではほぼ淘汰された方式です。でも、この昔ながらの音や乗り心地はなんだか、心惹かれます。出ました。レーニン像。というより、顔だけレーニン像。人々が鼻を撫でて、色が変わってしまっています。ロシア語の先生がおっしゃっていたのですが、モスクワにも、似た迷信があるようで、電車のドアが開いてしまるまでの間に、こちらはレーニン像ではないようですが、ホームにある像の鼻に触って戻ってこられたら、テストで良い点数が取れるという話があるそうです。ミンスクのレーニンの鼻にどういう意味があるかはわかりませんでした。地下鉄の駅を降りると、ここは、ベラルーシ大統領府です。ここにも、レーニン像がありますね。大統領府はベラルーシの行政の中心地であります。ちょうど、デモもこの建物の前に広がる独立広場を中心に行われています。行政の中心の建物の入り口にレーニン像。もしかしたら、ベラルーシ政治の考え方を表しているのかもしれません。広場を探索していると、日の丸が。周りには、ウクライナ、ベラルーシ、カザフスタン、ロシアの国旗が。近づくと、何やら日本語で書かれた文字盤が。ここに広島、長崎、福島の土を入れた、カプセルが埋められている。この3つの地名に共通すること。それは、核による被害を受けていることです。なぜ、このベラルーシの地にそんなものが。1986年4月26日旧ソ連の現在のウクライナの、キエフ州プリチャチにあったチェルノブイリ原発で、事故が発生し、放射能で街は汚染され多くの人がふるさとを、失いました。現在のウクライナで起きた事故ですが、その日の風向きの関係上、多くの放射能物質は、現在のベラルーシ領のウクライナに近いゴメリホメリ地方に、流れ着き、大きな被害を受けました。そのため、多くの人が放射能の恐ろしさを自覚しているのです。同じく、核の被害に遭った日本との連帯を示すために、長崎の浦上教会から、この鐘が贈られました。また仙台市とミンスク市は姉妹都市であり、互いに多くの人々が行き来するなど、日本とベラルーシは強い絆で結ばれているのです。戦勝記念塔を見たかったのですが、なんと工事中。私は、結構名所を見に行くと工事中であることが多く、ついてないです。日もだんだん暮れてきました。ボート気持ちよさそうですね。近くでアルメニアフェスタをやっていたのですが、ルーブルを切らしていて、何も買えず、近くのレストランで、ベラルーシ料理を食べることにしました。ドラニキを食べました。ドラニキとは、ジャガイモを使ったパンケーキです。素朴ですが、もちもちとした食感が非常に美味しいです。ロシアの周辺国の料理って、母の味って感じがする。優しい、味わいが多いです。ちなみに、東京にも六本木にミンスクの台所という、ベラルーシ料理店があってドラニキをはじめ、料理が味わえます。外に出ると、美しくライトアップされたミンスクゲートが、サンクトペテルブルクもモスクワもだったのですが、旧ソ連圏のライトアップはどこか荘厳さを感じさせます。今日はもう寝させてもらって、明日は帰国です。いいかね、帰国前に見ておきたい場所って、ベラルーシ国立図書館です。あの高校の生物基礎で見た形が特徴です。壁には、色々な言語で聖書の言葉が書かれています。うまく訳せませんでした。屋上に登ることができ、ミンスクの街を眺めることができます。ここから見る限りだと、よく整備された街だと言えます。図書館を出て、空港行きのバスを待つためにミンスクへ来て、今、映っている列車はモスクワ発ベルリン行きの国際夜行列車です。モスクワを出て、ミンスク、ポーランドワルシャワを経由し、ドイツの首都、ベルリンへ向かいます。ホーム上での孫とおじいさんの別れが印象的で、いつまでも孫と娘が乗った列車を見ていました。ホーム下に降りると、花屋激戦区になっていました。そのフロアだけで5店舗以上の花屋がしのぎを削っていました。ロシアやベラルーシには、女性に男性がよく花束を贈る習慣があります。あのロシアのプーチン大統領も、ドイツのメルケル首相など女性政治家との会談の際には、花束を渡すことがあります。ミンスク国際空港に着きました。いよいよ帰国です。いよいよ、ベラルーシともお別れです。ここまで、ご視聴ありがとうございました。今、新型コロナウイルス感染拡大で訪問が難しいことに加えて、政情も不安で安定しないベラルーシですが、人々は温かく個人的には良い印象の国でした。また、自分が生まれる前に亡くなったソ連とはどんな国だったのか、ということも少し知ることができたような
ます。私は日本のベラルーシ大使館でビザを取っていきましたが、空路で出入国すれば、日本人はビザなしでパスポートだけで、ベラルーシへ行くことができます。ロシアとベラルーシは、一見違いがよくわからなくなってしまう国同士ですが、言語以外は全く、違う人々違う文化を兼ね備えた国、であることが、よくわかりました。見ている視聴者の皆さんも、ベラルーシに行けばまた新たな世界と、出会えるに違いありません。目下、様々な問題がありますが、ぜひベラルーシへ行ってみてください。10分もの間、ご視聴いただき本当にありがとう